は塩ガーリック唐揚げを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は塩ガーリック唐揚げを作りたいと思います。はい、ということで今回はカリッとジューシーな唐揚げを作っていくんですが、味付けは塩ガーリックにしたいと思います。お肉を柔らかくするコツや、あとはですね、2度揚げせずにカリッとした仕上がりにする方法をご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。鶏もも肉、薄力粉、片栗粉、料理酒、お砂糖、おろしにんにく、塩、ごま油、鶏ガラスープの素、そして揚げる時に揚げ油を使用していきます。今回はですね、薄力粉と片栗粉を両方合わせて使っていきます。薄力粉を使っていただくとお肉の肉汁を閉じ込めることができて、とてもジューシーな仕上がりになります。そして片栗粉はですね、衣がザクザクな仕上がりになります。あとはね、今回おろしにんにくはチューブタイプのものを使用していきます。こちらは生のにんにくを使っていただいても OK です。そして今回ね、香り付けにごま油も使用していきます。味付けのポイントはお砂糖ですね。お砂糖はね、鶏もも肉にもみ込んでいくんですが、このお砂糖が入ると深みとコクが出てとても美味しい仕上がりになります。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずね、お肉を切っていきます。切る前にですね、こちらのフォークでお肉に穴を開けていきます。そうすることで味が馴染みやすくなります。ではね、穴を開けます。適当にね、開けてください。はい、OK です。そうしましたら、こちら余分な筋と油と皮を取り除いていきます。油はですね、このように特に黄色っぽくなってるところは取り除いてください。こちらが臭みの原因になります。ではね、こちら切り落としていきます。はい、OK です。このように余分な部分を取り除いてください。そうしましたらですね、お肉を一口大に切っていきます。切る時なんですが、ここから半分に分かれて、筋々しい部分と肉々しい部分になってます。なのでこれをね、まず半分に切り分けます。このようにね、食感が違うもの同士を分けていただくと、歯切れが良くなってとても食べやすくなります。ではね、こちらを一口大に切っていきます。はい、OK です。このように切りましょう。そしたらですね、お肉をボウルの中に入れます。ちなみにですね、今回のお肉は 350g ほどになります。こちらはね、目安にしてみてください。なので小ぶりのね、鶏もも肉の場合は2枚ほど使っていただくとちょうどいいかなと思います。そうしましたら最初にここにお砂糖を揉み込んでいきます。必ず砂糖は一番最初に揉み込むようにしてください。そうすることでお砂糖がしっかりとお肉の中に入って深みのある美味しい仕上がりになります。他の調味料と同じタイミングで入れてしまうとお砂糖がなかなか入っていかないので、必ず最初に入れるようにしてください。ではお砂糖ですね。そしたらですね、お砂糖だけでまず揉み込みます。このようにお肉にツヤが出て、あとはね、お砂糖がきちんと溶ければ OK です。そうしましたら続いてここに料理酒、そして塩、鶏ガラスープの素、そしておろしにんにく、あとは香り付けのごま油を加えます。そうしましたらこちらをしっかりと揉み込んでいきます。はい、OK です。このように揉み込んでください。そうしましたらこのままここに衣をまぶしていきます。まずね、今回ね、薄力粉と片栗粉を使うので、こちらを一度きちんと混ぜましょう。まず片栗粉、今回ねちょっとザクザクに仕上げたいので片栗粉多めです。そして薄力粉です。これを混ぜましょう。はい。で、混ぜたらバットに出します。バットの中でね、混ぜちゃっても OK です。そして広げて、お肉にね、衣をまぶしていきます。結構ね、しっかりめにまぶしちゃって OK です。はい、こんな感じ。ではね、残りも同じようにまぶしていきます。はい、OK です。このようにしっかりめに衣をまぶしてください。そしたらここにラップをかけます。そして衣をつけたまま冷蔵庫で1時間冷やします。そうすることで衣がお肉と馴染んで2度揚げしなくてもカリッとした仕上がりにすることができます。ではこのまま1時間置きます。はい、1時間経ちました。一度ラップを開けてみます。先ほどよりもね、衣がこのように馴染んでるの分かりますかね。このぐらいになってれば OK です。それでは
油で揚げていきます。まずね、フライパンの底から2センチほどの油を入れてください。はい、そしたら火にかけます。今回最初はですね、140から150度の温度で揚げていきます。そして最後は高温で仕上げていきます。はい、それではね、適温になったので揚げていきたいと思います。目安としてはね、菜箸を入れてゆっくり細かい泡が出てくるぐらいですね。そのぐらいになれば OK です。揚げる時はね、皮を広げて、そしてこれを下にして揚げていきます。ではね、やけどしないように注意しましょう。揚げていきます。こうゆっくりじゅわじゅわとなる感じですね。はい、OK です。それではですね、このままこんがりするまで揚げていきます。お肉を入れたら火加減は弱めの中火ぐらいで揚げていきます。そして最後火加減を強くしてカラッと揚げていきます。温度計がある方は最初は140度から150度の間で揚げていってください。入れたばっかりの頃はね、裏返したりとか動かさずに揚げていってください。最初に動かしてしまうとね、衣が剥がれやすくなります。このように低温から揚げていただくことでお肉にしっかり火を通すことができます。はい、今ね、だいたい2分ほど経ちました。そしたら裏返します。揚げてる最中はね、油跳ねにだけには十分に注意して揚げるようにしてください。このままね、またしばらく揚げていきます。火加減も同じです。はい、今トータルで3分ちょっと経ちました。そしたらね、お箸でちょっとね、お肉を持ち上げてください。また入れます。少しね、空気に触れさせます。そうすることでこちらもね、カリッと仕上がりやすくなります。こんな感じで1回ね、空気に触れると2度揚げとね、同じ効果が得られます。ただしね、やってる最中は本当に油跳ねには注意しながらやるようにしてください。揚げてる秒数はだいたい3秒から5秒ぐらいですね。持ち上げてください。はい、で今ね、トータルで4分ちょっと揚げました。そしたら火加減強くします。温度で言うとだいたい180度ぐらいまで揚げてください。火加減は中火から弱めの強火です。これであとはね、転がしながらカリッとするまで揚げていきます。はい、 OK です。揚げ時間は最後ね、火加減にもよるので、表面がね、カラッとしていい揚げ色になったら取り出してください。では取り出します。はい、このように揚げ上がりました。とてもね、衣がザクザクで美味しそうに仕上がってます。それではね、このまま油切りします。油切りする時はね、この皮の部分を上にして油切りしてみてください。そうするとね、ギトギトっとならず美味しく召し上がっていただけます。ちょっとね、皮のところに油がね、溜まりやすいので裏返してこのまま油切りします。はい、これで塩ガーリック唐揚げの完成です。こんな感じに仕上がりました。このように衣はザクザクで美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。もうすっごくジューシーです。そして衣がザクザクですね。ニンニクの香りが効いてすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の塩ガーリック唐揚げのポイントです。まずお肉なんですが、フォークで穴を開けてください。そうすることで火の通りが良くなるのと、あとは味が染み込みやすくなります。そしてお肉を一口大に切ったら最初にお砂糖を揉み込んでください。そうすることでお肉の味わいに深みが出てとても美味しい仕上がりになります。その後ですね、しっかり味付けをしたらすぐ衣をつけてください。衣なんですけれども、今回片栗粉と薄力粉を混ぜました。この2つをブレンドしていただくことでとてもジューシーでかつザクザクな唐揚げに仕上げることができます。この衣なんですが、味付けをしたらすぐね、しっかりめにつけていただいて、その後冷蔵庫で1時間冷やしてください。そうすることで衣がお肉と馴染んで2度揚げしなくてもザクザクな唐揚げに仕上げることができます。そして揚げる時のポイントです。揚げる時はね、少し低めの温度、だいたい140度から150度で最初揚げるようにしてください。そうすることできちんとお肉に火を通すことができます。そしてその後ですね、火を強めて温度を上げて衣がカリッとするまで揚げてください。途中ですね、お肉を揚げながら揚げたと思うんですが、一度ね、空気に触れさせることで2度揚げのような効果が得られて、こちらもザクッとした食感に仕上がるポイントとなります。ぜひね、こちらもやってみてください。ただ揚げてる最中は油跳ねには十分に気をつけて揚げるようにしてください。そして油切りをする時なんですが、皮の部分を下にすると皮の部分に油が溜まってベトっとしやすくなります。なので皮の部分を上にして油切りするようにしてください。
ださい。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は塩ガーリック唐揚げを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。